皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修一です。今回はですね、将棋ウォーズで指しました対局の解説編をお届けいたします。将棋の方がですね、相手の方の角交換型振り飛車でですね、四間飛車から向かい飛車に振り直すという形から、非常にね、駒組みの段階が非常に長い、じっくりとした将棋に進みました。少しずつね、差を広げていくような感じでですね、リードを奪って、局面的には勝勢というところまで行ったんですけれどもね、最後ちょっと時間切れになってしまいまして、最後の最後までね、ほぼ一局通してね、熱戦だったので、そちらの方を振り返っていきたいと思いますので、ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を振り返っていきたいと思います。今回ね、本局私の先手番で、2六歩からスタートですね。ちょっと居飛車の将棋をやろうかなということで2四歩と2六歩とついたんですけれども、3四歩、7六歩、4二飛車ということでね、振り飛車の将棋になりましたね。振り飛車対居飛車の対抗形ですね。はい。で、4八銀。で、6二玉とね、角道を止めない振り飛車ですね。このね、村チャンネルの動画を見ていただいている方々はね、これ非常に今までもね、出てきたんでね、ちょっと見覚えあるなっていう方もいらっしゃるんじゃないですかね。で、6二八玉に7二玉、7八玉とね、王様を移動しまして、8二玉とね、でこの角道を止めない振り飛車ですね。振り飛車のメリットというかね、特徴としましては角が睨み合っているので、先手の方がね持久戦というか穴熊に若干しづらいんですよね。角道が止まってる形のね四間飛車ですと7七角と上がって8八玉から9八香とね、比較的スムーズな、もちろん藤井システムですと話は別なんですけれどもね、比較的スムーズに穴熊に移行できるんですけれども、角道がね通ってますとね、7七角に対して角単なし同角成とねすぐ交換されて同桂となったとしても穴熊にね組めないような感じになってきます。実際はね、私はこの先手の番で、2五歩とね、穴熊に1でも組むと6六歩とついて、ね、実はこれもね、この村チャンネルで1回ね試してます。この6六歩とついてね穴熊にするパターンもね、そちらの方もね動画見ていただければなと思うんですけど、こうついて穴熊にするのもなくはないとこですね。はい、ちょっと消極的でちょっと悔しい手なんですけどね、実際2五歩とつきました。で、3三角とね上がって、これがちょっと工夫の手ですね。後手番の方も2パターンありましてね、1つ目がもう自分でもさっぱりね8八角成と交換して、同銀に取らして2二銀と上がるような感じで、角交換型四間飛車シンプルなねパターンと、本局のパターンですね、3三角と1回上がって同角成と取らせて同桂というね、桂馬を飛ぶ形のパターン2つあるんでね、本局はこちらの3三角のパターンでしたね。でこのパターンですとね、一応ここで2四歩とつく手が、先手番の2四歩とつく手が一応後手としても気になるところですね。同歩と取って同飛車とね、同飛車ですと2二飛車と迎撃するような手があるんですが、同歩に2三角とね空いたスペースに角打つ手がありまして、これねプロの実戦例でもねあるような形でしてね、次3四角成があるんで2五角と受けてね、ちょっと苦しい角に見えるんですが、先手に歩がないんでね、歩があれば2六歩でいいんですけど、歩がないので次に逆にね角が3二切ったら死んじゃうので、先手も飛車を切ってというね、これちょっと乱戦ですよね。もう見るから乱戦です。で同歩に、3四角成となってね、3二金ってこれ変化の一例ですけどね、これで馬が大きいか、手持ちの飛車が大きいかという勝負ですね。これを避けるね、あまりやりたくないというね振り飛車党の方もねいると思うんですよね。先ほどのね8八角成と自分から交換する形のね角交換型ですと、この変化がないので、より安全にね駒組みができるんですけれども、本局のこの3三角という手は一応先手がね居飛車側が踏み込むと、ここで2四歩と突くと乱戦になる、可能性が一応あるということですね。実際私はここで2四歩を突かずに4六歩と突いたので、2二飛車と回って、これで後手としては一安心ですね。ここからは持久戦になりました。5八金右、4二銀、4七銀、2筋がねもういけないのでね、しばらくは戦う場所が難しいですね。9四歩、9六歩、7二銀、3六歩、4四歩、5六銀で4三銀とね、この4四歩4三銀では5四歩5三銀という形も有力でした。ここはもう好みもあるようなところですね。はい。
で4三銀に対して8八玉、2一飛車、7八銀と、ここで穴熊もありましたけどね、穴熊も有力だったと思います。実戦は7八銀とね、コンパクトに、左美濃でまとめました。で、3二金、この金もね、こちらもこちらもどっちもあるところで非常に微妙なところですね。はい。で3二金に6六歩で5四銀と。で次にね、もしかすると4五歩のような仕掛けがありますので、3七桂と、飛んでね、ここを拮抗させて、一応ね仕掛けを封じました。で6八四歩ですね。ここは振り飛車側の分岐点でして、4一飛車と回ってあくまでね4五歩を狙うような手もあったと思いますね。ただ4一飛車というのメリットばっかりではなくてですね、先手の方から、2四歩とね、動かれてしまう可能性もありますので、この4一飛車がうまくいくかどうかは難しいところだったと思います。実戦は8四歩とね、ゆっくりした駒組みですね。さらにね、はい。で6五歩と、これは位を取ってね、相手のね、陣形に圧力をかけた手です。で、8三銀、7七桂、7二金、8六歩、7四歩とね、ほんと持久戦ですね。がっちりとした持久戦進みました。で、8七銀とね、この銀はね、対局の辺の時に言ったんですけども、この銀美濃囲いから銀冠に移行する瞬間というのは気をつけた方がいいですね。本局もこの8七銀の時に、動かれる手をね、後手から攻めれる手がないかなって気をつけておいた方がよくて、やっぱりこの瞬間がね、離れ駒王様を分け空いてますから、例えば7三角のようなね手で動く手も考えられましたね。ただ7八金と上がって一歩は取られてしまいますが、金を上がって受けて、こう進んでね、一歩取られても角を手放したねマイナス面があるので、どうかという感じですかね。実戦は相手の方は7三角と動かずに7三桂だったのでね、7八金と上がってね、よりちょっと一安心ですね。で4二金と、この形はね、1六そうですね、1六歩と1四歩とついて、こうまで進んでね、先手の方に不満はないんですけれどもね、同じ銀冠の形で2筋と6筋は自分の方が押し込んでるということで、形勢的に不満はないんですけれども、ただね、どっからね具体的に手を作っていくかっていうのは非常に難しいんですよね。後手番は最悪千日手だったら千日手でいいやっていうね気楽な姿勢なんですけれども、先手はね何かやっぱり先手番を生かしてね打開していきたいなと思った時に、なかなかねぶつかるところが難しいというのは悩ましいところですね。ですのでここからね少しずつ形をね微妙に調整してね打開を目指していきます。あまりね形とばかりね6七金と上がっちゃうと、角を手持ちですとね金が3段目に行くとちょっと危険なんですよね。具体的に言いますと、6九角のような手がね結構怖い手でしてね、金の裏側をついてね角成りを防いで飛車を置くと例えば馬を作られるというようなね、手があるので、意外と先手も難しいということですよね。実はね4八金と、これはちょっと微調整に入った手ですね。はい、4八金だけですとねあまり意味がないんですが、4三銀に対して2九飛車とね、この2九飛車を引くための準備でした。これを金を引いて寄ってないとね、3八角と打たれて、馬を作られてしまうんですね。飛車が2八ですと4九角成、3九ですと2七角成ということで、これね、角換わり腰掛け銀でも出てくる形なんですけれども、4八金2九飛車型でね、より角銀の打ち込みにね強い形を作りました。相手の方は5四歩、ここで5四銀と出ているとね、全く同じ形なんですけれども、打開をねまたどうするかって難しいとこだったと思うんですよね。飛車を一応下段飛車にしたんですが、どう動くかねやっていくか、実戦は5四歩だったので4五歩とねここでぶつける手ができました。これで一応ね、千日手の可能性は低くなりましたね。同歩同桂同桂、自然なね駒交換なんですが、同銀と出て、4四歩に5六銀と引いてね、これで持ち駒に角と桂と歩とね、角だけじゃなくて桂と歩が乗ったのが非常に大きいですね。で一応一安心ですね。私も駒がね乗っかったのでね、はい。で、ここで、4五六に3二金とね寄ったんですね。相手の方としては待機なんですが、ここでね狙いの一手ですね、3七角と。この形ですね、よく6六に打つってもらって、この手も有力なんですけどね、こちらと迷いました。こちらに打って、8五歩とついていくようなね歩を1歩持っているので、こうね同歩ならばこの歩を8四歩と打てばね、これすごくね銀冠が弱体化するのでね、6六に角打つ手もあったんですが、4六のね歩が消えたことでこちらでねより直接的に、王様を攻めていきます。
で相手の方は8一玉とねかわしました。これ玉をかわさないと8五歩から同歩同桂といった感じでね、攻めていく手があります。で8一玉と引いた手に対して6四歩とね、これはねもう一歩持ちにいった手で、この歩をもう一歩持つことが実は大事なんですね。同歩同角とね歩を2枚目を持ちます。でかつね5三角成とここになる手が意外と受けにくいですね。ちょっと金銀がこう割れてる形なんで中央がねやや薄いということですね。実際4二角と、目障りな角をねこう交換してくださいという手で、これね同角成もあったとは思うんですが、3七角と、交換をね避けまして、で6四歩とね、睨みをこう緩和されたんですが、ここでねちょっと前に言いました歩を2枚持ちたいよって言ったのはここでね狙いの手があったんですね。7五歩と歩を2枚持ったことでこの手が厳しい手なんですね。同歩ですと7四歩と打って同銀6六桂とねこう銀をほじくり出すような手なんですけど、これで下がった時に2枚目の歩がねこう7四歩と打ってぴったり攻めが決まるということですね。この7五歩が実現して、形勢的には、先手のペースになったかなと思いますね。急所の攻めが、決まりましたね。で、相手の方5五桂とね、ただね相手の方しぶといですね。ここからの指し回しはぜひね振り飛車党の方にもね参考にしていただければと思います。こう桂馬を打ってねちょっとクリーンチのような手なんですけど、角と銀の防波堤を作りました。で、7四歩同銀7五歩とね打ちまして、これは同銀ですとね7六歩と7四歩があるので、銀を6三に引いたんですが、ここでね私は6七桂とね、ここはね一気に攻める手もねあったと思います。7五歩のところで6六桂もありましたしね、何かこう攻める手もあったんですけど、この6七桂がねちょっと工夫した手でこの防波堤の桂をね崩してしまおうという手ですね。で同桂成同銀引きと同銀とね取りまして、今度5五桂ですと7六にかわすのが味のいい手で、5六歩でねすぐ桂馬を召し取れますね。召し取れます。ですので5五歩と相手の方を止めてきて、同角に5一飛車とね、これは非常にね振り飛車らしい軽いさばきですね。で、2八角、3七に引きますと4五桂の手が一応あるので、当たりを避けてねもう飛車は縦に使わないので遠目に角を撤退しました。そして5五歩とね、非常に粘り強いですよね。何としてもこの角をね封じ込めようということですね。で7六銀右と、これがね私のやりたかった形なんですよね。金銀の形が非常に連結が良くて、やはりねここの空間気になりますから、こうねこの空間をねきっちり銀で守って非常にいい形ですね。で5四銀左と出てきた手に対して、ここでねいよいよ攻めに本格的な攻めに取り掛かります。6六桂とね、これね銀が出てきたところに打って味がいいですよね。金取りもそうなんですけれどもね、7四歩というのが実は、真の狙いというかね厳しい手になりますね。ちょっとねこれでもうこの桂が狙われてるんでね、相手の方6五桂と狙われた桂をさばきに来たんですが、6五桂に対して、5四桂とね自然に銀を取りまして、7七桂成同金5四飛車とね取った手に対して7四歩がね結構味のいい手なんですよね。桂馬がいなくなったとはいえこう突いてねやはりここの地点を狙うと。同銀ですと6六桂は厳しい手です。で相手の方はねちょっと桂3枚という非常に珍しい持ち駒なんですけれどもね、6一桂と懸命の頑張りですよね。ちょっと辛い手ですけどね、受け一方のね。で私の方は6五歩と、じりじりと押し込んでいくと。私の方としてはね、形勢をリードしてますので、それほどね危険な手とかね無難というか奇抜な手をやらずにも着実な手でね押し込んでいくのが一番分かりやすいですね。7一玉に6四歩と、これ6四歩は同歩なら同銀でねいいですからね、同歩同銀に6五銀打ちとね厚みで押していきまして、これはね飛車が逃げますとねこの銀を取ってしまって同角に6五銀と前進していけば、まだ銀桂持ってますからね、角が逃げれば、桂も打つような感じでねもう一歩一歩押し込んでいけます。ですので6五銀打ちね相手の方勝負手ですね。7五歩と、これはもうしょうがない勝負手ですね。もう飛車逃げてられないと。で5四銀と私は飛車を取りまして、7六歩に同銀とね私は自然に指します。で6二桂、必死の抵抗ですよね。何としてでもね、この桂馬銀が次自然取れればね後手としてはいいんですが、私6五銀とね引きまして、なんとかね私もこの角はこの銀がいなくなれば飛び出せますしね、ちょっとね後手の方はここに打つ歩がないですよね。もう一歩ね
ということで6八銀と、これでも勝負手でね、こういう手もぜひね、皆さん参考にしていただき、厳密に言うと無理筋であっても、やはり形勢が悪い時は少しでもね、相手の王様に直接迫る手を指すことで、相手にね、焦りを生んだりする時もありますからね。この状態のままですと王様自身が安泰なので、銀を打ってね、少しでも危険な風にと矢を求めてということですね。で、6六6四銀と私は銀を取りまして、同角に6五銀打ちとね、あくまでねこう厚みでですね、角が逃げれば5五角もありますし、6四桂のような手でももう盤石な体勢になります。実戦はここで7五銀とね、勝負手連発ですね。この手はでも非常にね鋭い手でね指していて感心しました。なかなかねこれはすごい手ですね。角を取れば金を取って同玉に6六金と打ってね王様を引いて銀を取る。これもねちょっとこれでも数は攻めの駒の数足らないんですけれども、ただねやっぱこうやって直接攻める手をねやっていくことでね、繰り返しになるんですけれども、こう勝機をね探していくということですね。で実戦は私はシンプルにね、同銀とね取りました。角取る手もねあったと思います。で7七銀成同玉7五角とね取ってきた手に対して、次の手は待望の一手ですね。5五角と気持ちいい手ですね。これが相手の方からの6六から駒を打っていく手を消しつつ9一角成となればねもうほぼいっぺんに受けなしなのでね、はっきりねこれで先手がね勝勢となりました。で、6六銀とね打っていきまして、これはしょうがないですね。他の手では受け一方でもしょうがないんでこう攻めながらね先手の急所の角をね削るということで、相手の方もね形勢が悪い中で、非常に嫌味にね攻めてきているなという感じは受けました。で8八角とね打ちましてね、この8八角は7七銀で取れそうなんですけれども5四桂打ちという手を狙ってましてね、これちょっと嫌な形になります。王様引くと金を追ってということでね、これも先手が勝ち筋ですけどねちょっと嫌な形になるのでシンプルにね5六玉と、逃げてしまってね、金を打って銀を取られるんですけれども、豊富な持ちがありますからね戦力的には問題ないですし、この4八の金がねいるので、私の王様でこの右玉のような形でもう詰めろが来ないんですよね。ですのでねここは形勢ははっきり、勝勢ですっていう私の先輩のターンが回ってきて、ただ問題はねここで私が残り時間がね30秒ぐらいしかなかったということはもう問題ですね。ここで30秒でこの王様を、寄せないといけなかったということでね、いろいろあってます。ここは本当にもう5一飛車とねじっと打ってくるような手もねあったと思います。5一飛車と打って、次にね桂馬を打つっていう攻め方の方がね、こういうのが受けにくかったかもしれないですね。実戦はすぐ7三桂とね打ってったんですけれども、同桂同歩成同金でね5一飛車とね王手で打ったんですけれども、今このセッションでね歩を打たれたんでね6一歩と打たれて、別に悪い手を指してるわけじゃないんですけれども、ちょっとずつねこうなんていうんですかね、もっと黙って打ってもね十分だったよって感じですね。で7四歩と打ちまして、問題ないですけどね形勢は大差です。はい、同金でしたら6三銀でいいですね。同桂と取ったんですが5二飛車、これ痛烈ですよね。詰めの金取りですから。で、6二桂とね、しょうがないですね。相手の方はもう選択がねなかなかないですね。形勢が悪いのでね。で6三歩とで5五角成とね、これは最善の一手ですね。ただ5角成一番ねこの局面で相手の攻めと一番きついんですが、これでもまだ全然ね先手の王様に攻めがないのでね、で6二歩成と取りまして、同歩5一竜とね、これも厳しいですね。で、6一桂と受けたんですが5三桂とかぶせてね、もう一手一手の寄りですよね。7二玉7一桂で、難しい手がいらないということでね着実に迫って6三金に、7一成でね、着実に迫ってですね、で7三玉でねここでねちょっとね残念ながら時間が切れてしまってね、当は逆に私投了となってしまったんですけど、切れ負けとなってしまったんですけどね、ここはねもうここ数手のね手を皆さん見ていただいて分かるように形勢自体はねかなり離れております。先手の王様は次ね銀1枚しか持ってないんで4六銀には繰り返しです。3八玉で何も手がないですから、局面しこれでね相手の番でも、こちらが優勢というような局面なんですけどね。なので例えば7二銀と打ってね着実に金を攻める手や、例えばここでは7二成桂で攻めていってもいきやさそうですし、ここからね形勢いろいろ勝ちがあったので、形勢的には先手の勝勢なんですけどね、時間が、残念ながら切れてしまったということで、ここで終局となりました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ご覧いただいた通り非常に
超手数の熱戦になったわけですけれどもね、特にね序中盤の駒組みですよね。居飛車側の駒組み、あとね中盤以降の相手の方のね粘り強い指し回しといったところをね、ぜひね皆さんの参考に、ね、なればと思っております。この動画が良かったので方はグッドボタンを、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。